歯の健康についてお伝えします。例えば歯ブラシを使う前に濡らすか濡らさないかなど、なんかこう気になる疑問っていうのを今日は教えていただきます。よろしくお願いします。ゲストをご紹介したいと思います。札幌歯科医師会理事で庄内子どもの歯科委員長の庄内菊子先生です。先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。アイスクリームがお好きなんですね。そうなんです。歯のお医者様でいらっしゃいますから甘いもの控えてるかと思いきや、アイスクリームがお好きなんですよね。大好物です。いや、これなんか安心しますよね。私たちももちろん虫歯はないんですよね。ないです。しっかりケアをすれば問題ないと。大丈夫です。そんなケアの方法などについても教えていただくんですが、事前にですね、視聴者の皆さんに歯に関する質問というのをアンケートで取らせていただきました。ご協力いただいた皆さんありがとうございました。それらを踏まえまして、巷で話題になっています歯の噂誠なのか、先生に解説していただこうと思います。まずはこちらから参りましょう。歯の磨く回数についてですね。1日の歯磨きの回数は5回が理想。嘘か本当か。5回5回というのは朝起きてすぐ、朝食、昼食、夕食の後、そして夜寝る前の5回になります。やってる方もねいらっしゃるでしょうけどね。じゃあスタジオのお二人、負担がありますので嘘か本当か上げてみてください。テレビの前の皆さんも一緒に考えてみてください。あれ、本当ですか。私磨く回数が多ければ多いほど口の中は健康になるっていう5回は私は多いとは思ったんですけど、いいんじゃないかな。回数が多ければいいんじゃないかと。村雨さんは嘘。私は朝昼晩3回しか磨いてないので、嘘であってほしいと思います。願いが通じるんでしょうか。先生、これはどうでしょうか。村雨さん、正解です。正解。嘘なんだ。はい。何回が理想なんですか。まあ本当は食べた後磨くなんですけれども、それはやっぱり無理なので、朝晩しっかり磨けれればそれで大丈夫です。2回ってことですか。はい。でお昼はブクブクペをしていただければ大丈夫です。口をすすげばいいってことですか。はい。じゃあその正しい磨き方どういうものなのか実際にまとめていただきました。まず1日2回っていうことですね。そして歯ブラシの握り方というのはポイントになるそうなんです。村雨さんと北本さん、実際に歯ブラシどうでしょう。改めて聞かれるとね、どうなのかななんて思いますけれども、村雨さんは上の歯磨くときは握る感じですね。握ってしまってます。北本さんはなんか鉛筆とかペンと同じ持ち方かもしれません。さあ正解者はどうでしょうか。いらっしゃいますかね。そうですね、金子さんですね。お、北本さんが正解。北本さんごめんなさい。こっち。鉛筆の握り方がこれ正解だと。じゃあこの握り方なんですね。これ先生、鉛筆の握り方ですとこの程よい力が入る、これがポイントになってくるんですよね。どういうことなのか、模型持ってきていただいたので、ちょっとこれそうなんです。実際使っていらっしゃるというもので解説していただきましょうか。このようにペンのように持ちますと、シュ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 ッとこう細かく小刻みに動かすことができます。そうか、いつもペンで細かい文字を書いているように細かく動かせるっていう。それで汚れも隅々まできれいに落とせれるんです。先生、これ持ち帰る必要とかないんですか。場所によって。持ち帰ってください。場所によってやっぱりこういうふうにこっち側に持つときは逆手のペンですね。なるほどなるほど。でもペンの持ち方は上の歯の場合もこうですね。鉛筆を握る持ち方でこの程よい力になりますし、そしてこれですと磨く場所ですね。表も裏も丁寧に磨くことが3つ目のポイントにもなりますね。そうです。そして磨く時間なんですけど、どのくらいが目安になりますか？2分から3分ですね。2分から3分。2分から3分、しっかり磨くことができれば2分から3分で。そうです。じゃあこれ先生、私磨く回数もそうですけど5回ぐらいで、磨く時間も5分以上ぐらいだと思ってました。磨けば磨くほどいいんじゃないかと思ってました。そうではないんですね。やっぱりあまり磨きすぎますと歯茎も傷つけますし、歯が減ってしまうんです。歯が減る。削れてしまうんです。磨きすぎも良くないんですね。なので軽くでしっかり磨けてる人は1日2回そのくらいでいいんですけど、そうじゃない方はやはり歯科医院に行ってきれいに一度してもらうと、その1日2回2分で大丈夫になります。この磨き方チェックしていただければといいと思いますが、歯磨き粉についてもですね、質問というのをいただきました。こちらご覧ください。
南幌町の50代男性からは、歯磨き粉で歯への影響に違いはあるんでしょうか。また札幌市の60代女性からは、フッ素は必要ないとネットで見たんですが本当でしょうか。そういった歯磨き粉の成分や選び方に悩んでいる方が多かったんですよね。フッ素入りとかなんかいろんなね、やつ出ますもんね。目にしますよね。じゃあそもそもフッ素ってどういったものなのか、先生お願いいたします。歯科で使っているフッ素は無機フッ素化合物と申しまして、これ自然界にもあるものなので有害性がないんですね。でよく誤解されるのは有機フッ素化合物、これは貴金属とかそういう工場とかで使う、それはやっぱり発がん物質もあるしっていうことで危険なものなんです。だから歯科で使っているものに関しましては安全です。ですから市販で売っているような歯磨きを使う際には気にせずに使えばいいということなんですよね。その歯磨き粉についてですわね、こんな疑問もあるんですよね。使い方についてです。黒松内町の女性からです。歯磨き粉をつける際、乾いた状態がいいのか、歯ブラシを水で濡らすのがいいのか、実際にこれ村雨さんどちらで行ってますか？私はしっかりめに濡らしてます。なんかもうちょっと汚れがついてたりしたら、ね、時間経ってますから、前に使った時からは。なので割としっかりめに濡らしてから使います。私も濡らす派です。私も濡らす派なんですけれども、先生これはどうでしょうか？全員不正解です。乾いた状態がいいんですね。はい、そうです。いいんですね。理由というのがございます。ですね、先ほども申し上げましたように、フッ素がたくさん入ってます、今の歯磨き粉って。それをお水で濡らしてしまうと薄めてしまいます。で、その分歯磨きした時にはお口の中で泡立ちも良くなってしまうので、なんか全部磨けなくても磨いた感覚になってすぐペッてしちゃいますので、そうするとせっかくのいい成分が洗い流してしまっちゃうのでお口の中に残らなくなるので。泡立ちすぎたらダメなんですか？ダメなんです。よく洗えてる感じがしますよね。なんかブクブクってなった方がいいんじゃないかなと思ってたんですけど、だからそれは全部がきれいに歯磨きができた後の泡立ちはいいんですけど、半分ぐらいで泡がいっぱいになるとやっぱりすすぎたくなりますでしょ。確かにそうですね。そうすると歯磨きそこで終わったような感覚になってしまうんですね。満足感が変に出てしまう。そうです。効果を薄めてしまう可能性もあるわけなんですね。ではまだ行きましょうか。こちらの噂はどうでしょう。炭酸飲料で歯が溶ける、嘘か本当か。これはお二方どうでしょうかね。聞いたことはありますけど、実際に炭酸飲料を今まで飲んでて溶けてないので、結局嘘なのかなって思ってました。嘘。はい、お二方も嘘ですね。じゃあ先生こちらはどうでしょうか。これはね、嘘ではないんですね。ですが炭酸水とか炭酸飲料が悪いのではなくて、歯は酸に弱いんです。酸に弱い。炭酸の酸に弱い。酸に弱いんです。だから酸を摂取した後お水を飲むとかブクブクペンができたとかであればそれで大丈夫なんです。酸に気をつけなければいけないです。で、しっかり対策をすれば問題ないそうです。3つまとめていただきました。先ほど先生もおっしゃったように酸を中和するため水でブクブクする、すすぐということですね。水を含んでもいいそうです。そして先生も実際行っているそうです。キシリトール配合のガムを噛む、この目的で言いますと唾液を出させるっていうことになりますね。どういった効果があるんですか？唾液を出すことによって自分の唾液で虫歯を防ぐ効果があるんですね。それプラスお口の周りの機能を高めるためにもガムを噛むことはおすすめします。そして最後はやはり夜寝る前にしっかり歯を磨く。寝ている間に口腔内で菌が繁殖してしまう可能性がありますから、寝る前にしっかりとケアをすることが必要なんですね。先生、でもこれ炭酸飲料一口飲んですぐ水でブクブクってわけでもない。そこまでしなくても大丈夫です。そうですよね。もう一通り楽しんでゆっくりした時にブクブクぐらいのイメージ。そうなんです。だったらやりやすいですね。なので心配する必要はないということなんですもんね。さあこちらはどうでしょうか。小さなお子さんがいらっしゃる方も気になっていると思います。親子で食器を共用すると虫歯菌が移る、嘘か本当か。お二方これはどうでしょうか。聞いたことがあるっていうことでね。聞いたことが
フォントと。あります。ちょっと控えめにフォントを出しましたけれども。様子見ながら出しましたね。なんか昔は良かったけど今あまり良くないっていうのを聞いたことがあります。多分そうだと思います。以下同文です。以下同文で。先生こちらは本当なんです。本当。実際データもあるんですよね。はい、航空衛生士科学会の方でもそれは出してます。ですが。そこまでしてしまうとお子さんとのスキンシップにも欠けていきますし、またおじいちゃんおばあちゃんとかももうそういうふうにしないでくれって言われると家族内でのトラブルにも発展しますので、そうではなくお母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃん皆さん定期的に歯科に行って口腔ケアをしていただきたいんですね。それでお口の中が健康であれば何をやっても心配はありませんので。そういうところを気をつけていただきたいです。大人が健康であればそれがお子さんに移ることはないっていうので、まずみんなで健康になりましょうっていうことなんですね。歯のケアが必要になってくるんですよね。では歯のケアで言いますとこちらね気になっている方多いと思います。歯周病についてです。私驚きました。日本人の8割が歯周病になるという歯茎の炎症ですよね。はい、そうなんです。歯茎の炎症のことを歯周病っていう。日本人の8割がこれなると言われているんですが、今回ご自身でチェックができる項目というのを先生に選んでいただきました。これ何個が当てはまる、いくつ当てはまるのかということではなくて、何が当てはまるのかというのが重要になってきます。例えば上からいきましょうか。歯茎がムズムズしてかゆいだったり、歯が浮いた感じがすると、こういったものは初期症状に先生なるわけですね。はい、そうです。ただこの下の方に行きますと歯を押すとグラグラするとか歯茎が下がって歯が長くなったりする。長くなるってこともあるんですね。こういうのもあるんですか。はい、あります。歯茎がどんどんこう下がっていくんですね。そしたら昔と違って私の歯が長くなったっていう感じになってしまいますね。でもじゃあこの表で見ると、症状としてはかなり重たいよっていう。重度です。すぐに早急に病院に行った方がいいと。本当にそうです。ただ今8つでまとめていただいたんですけれども、こういったサインがなくても歯周病になっている可能性は十分あるんですよね。そうです。歯周病ってサイレントキラーって言われるぐらいで、もう静かにじわじわ忍び寄ってますので、ですから年に1回最低でも1回は定期検診もしくは口腔検査のために歯医者さんに行っていただきたいです。で専門家の指導のもと口腔ケアをしていくことがこれからの人生を楽しめる一つだと思います。なんか病院に行くとき、何かあったときに病院に行くってイメージありますけど、なんか歯医者さんは何もなくても行った方がいいっていう。しばらく歯医者さんに行ってないから歯は健康だってこう自慢しちゃいけないっていうことダメです。年に1回はちゃんと検診してるよっていう自慢にしていただきたいです。ということで毎日行うことですからしっかり正しくケアをしていきたいものです。今回視聴者の皆さんからいただきました疑問に答えていただきました。庄内先生ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。美味しいアイスクリームを。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。